こんばんは。はるけです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、新イベントの選手などを追加をして更新をしました。それでは、早速紹介をしていきます。こちらがディフェンダー選手たちの最新版のティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、新しく入れた選手としては TOTGS のラウムですね。で、またですね、RTTK のアマーティだったりとか、トレイルブレイザーズのダニーロとか、ダンテ、あとは金のコナテ、だったり、スピナッツォーラあたりを少し下げたということになってます。新選手のラウムはですね、スピードが速いっていうのは、全然サイドバックとしてはいいんですけど、ただ他の部分はあまり良くはない。他の選手で代わりが効いてしまうという、ことになりますね。開幕だったら、やっぱりペースがあるだけで、置いていかれにくくなったりとかは、するんですけど、今のいろんなね、特殊のディフェンダーが出てきてる中で言うと、ペースがあるのは当たり前で、そこからいろんなことができるという選手が多い中でいくと、どうしてもペースだけしかあんまり、ないラームは、個人的には、そこまで使われる選手ではなく、あまり強くないという選手になりますね。あとは役割意識が、意欲かな、が、攻撃意欲が高くって守備の意欲が、低いっていうのも、ちょっと、どうしてもサイドバックとしては苦しいかなというふうに思いますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、新選手として入れたのは TOTGS のラニエリですね。で、またトリプルスレッドのカルバハルだったりとか、あとはセンチュリオンズアイコンのサネッティとか、で、TOTW のグリーマルドとか、開拓者のディロレント、ここら辺を少し前回からは下げてます。で、新選手、ラニエリはですね、この人はペースがあって、守備力も、高くって、悪くはないんですけど、どうしてももう一つ、強くあってほしいなっていうのは思いますね。冷静さの部分も少し低めですし、フィジカルがね、ちょっと弱いっていうのは、個人的にはあまり、ちょっと好みでは、なくって、どうしてもセンターバックとしてのゴリッと感っていうのが、ない選手に、なってしまいますね。ただ左利きっていうのは、ありがたい部分かなというふうには思いつつも、個人的には B にはいかないかなというふうなところですね。で、そして続いては B ですね。B はですね、前回からはセンチュリオンズアイコンのクーマンだったりとか、あとは金のハキミだったりとか、開拓者ルーベンディアス、ここら辺を少し下げました。で、新選手としては、TOTGS のフンメルスだったりとか、あとは SBC で来ましたスベルディア。そして、ウィンターワールドカードのアレックス・バルデ。この3名を新しく追加をしたという形になってます。新選手の TOTGS、フンメルスに関しては、守備力っていうのはめちゃくちゃ高いです。本当にシュートブロックとかもある程度はしてくれますし、取り切る力っていうのは十分にある選手になります。2万とか3万ぐらいで買えるんですけど、めちゃくちゃコスパはいいです。ただ、スピード面はちょっと遅いなっていう風には、思いますね。だからね、結構ルーベンと近いんですよ。ペースがもうちょっとあればなっていう。ダッシュ速度はね、速くて、いいんですけど、どうしても裏抜けをされた時に加速があまりなくって追いつかないっていうことが、あるので、守備力は本当に素晴らしいだけに、そこのペースの部分がもっと高ければ、もうちょっと高いランクにいたかなというふうには思いますね。ビルドアップもできて、本当にリアクション、冷静さ、積極性っていうのはね、全センターバックの中でもトップクラスにいいので、B ということにしてますね。で、そして続いては SBC で来ましたスベルディアですね。この人も非常に安くですね、コスパがいい選手になります。作った方がいいかな。素材としてもね、使えるんで、いいかなというふうには思いますね。身長が低いっていうことと、あとはジョッキのプラスもついてるので、守備の時の操作感っていうのは、いいですね。普通に、扱いがしやすい選手になります。で、かつ、普通に取ってはくれますし、十分センターバックとしては現環境ではまだやれる方の、選手かなというふうには思いますね。ちょっとティンバーの介護官的な、選手かなっていうふうなところ、組んでとかもそうですね、そういうふうな系列と同じような、選手にはなるので、ティンバーとか組んでとかを使っていって、使用感いいっていう方はスベルディアでも
全然今の環境だったら、ちょっと取って代わられるというか、やれる選手にはなるんじゃないかなというふうには思いますね。で、そして続いてはバルデですね。ウィンターワイルドカード。直近で来ている選手っていうこともありますし、少し馴染みがあるんじゃないかなと思いますね。スピードがめちゃくちゃ速くって軽い選手にはなるので、非常にこの人もですね、全然操作がしやすい。重さっていうのは全くない選手にはなりますね。なので、やっぱり攻撃参加をさせてあげる、そういう風なサイドバックとして使うと非常に生きる選手ですね。クイックステップのプラスがついているっていう風なこともより速さをね、ブーストしてくれるものになるのでいいのかなという風には思いますね。ただ守備面はですね、めちゃくちゃいいとは、言えないですし、フィジカルもあまりなくって、かつ冷静さもね、少し低いので、そういう風な、どうしてもマイナス点っていうのも、ある選手に、なってしまいますね。ただ、トリプルスレッドのカルバハルに代わる、RB というか、LB もそうですかね。ラリーガのサイドバックを担う選手としては、全然スタメン級のクラスにはなりますね。で、そして続いては A ですね。A はですね、前回からだと開拓者のマルキーニョスだったりとかを下げましたね。あとは、キングとか、ビリッチとか、前に来ていた選手たちを、新しくこういうような感じで入れました。で、TOTW のキム・ミンジェもここに、追加をしてます。新イベントの選手としては TOTGS のクラウス、あとはウィンターワールドカードダンフリーズ、この2名を新しく入れました。クラウスに関してはですね、十分この人も扱いがしやすくって、万能型の、サイドバックにはなりますね。個人的には、確実 A っていうよりかは、ギリ A みたいな、イメージにはなりますね。パスうまいですし、単純にドリブルも軽いので、3-3ではあるんですけど、この人もちょっと少し攻撃目に、使うのが一番いいのかなと思いますね。もうちょっとディフェンス能力が高ければ、特にインターセプトの部分が、高かったら、よりいいのかなというふうには思いますね。ペースは十分ある選手にはなりますし、ロングスローのプラスね、使う人は限られてるかもしれないですけど、こういう飛び道具もね、少し持っているというふうな選手になりますね。で、そして続いてダンフリースですね。この人に関しては、ウォーカーとかテオみたいなタイプですね。スピードが速くってガチムチな、そういうサイドバックになります。その分少しドリブルとかは重たいです。結構切り返しとかが、重かったりとかは、しますね。だからこそね、クロスのね、プラスついたんですけど、やっぱここ守備面だったら、より良かったかなっていうのは思いますね。ただやっぱりプラスの要素っていうのはこの人多くて、本当にガチムチでフィジカルでもうなぎ倒すみたいな、選手にはなりますし、守備能力低い、80って低いと思うんですけど、ただこの能力値以上に本当にちゃんと刈り取ることが、できる選手にはなりますね。1万2、3000とかで買えるめちゃくちゃね、安い選手にはなるんですけど、非常にコスパで、おすすめですね。で、そして続いては S ですね。S はですね、新しく入れた選手としては、ウィンターワールドカードのファンダイクだったりとか、同じくウィンターワールドカードのミリトン。そして TOTGS のカンセロだったり、UCL ヒーローのコンパニー。この4名をですね、前回と、比べて、入れてますね。ファンダイクに関しては、言わずもがなですね、TOTW でも、金でも、自分的には S に入るぐらいめちゃくちゃ強い選手になりますね。本当に最強のセンターバック、まだまだ強い選手に、なりますし、ウィンターワールドカード、直近のね、イベントでまた強化されたっていう風なことで、非常に強い選手になります。センターバックとして多分200万、ぐらい、する選手にはなるんですけど、それぐらい、してもいいかなっていう風なところですね。で、かつ、空中戦のエアリアルのプラスではなくなって、ブルーザのプラスになったっていう風なところですね。空中戦もともとやっぱ強いんで、エアリアルじゃなかったとしても、十分勝てる選手にはなりますし、ブルザのプラスになったことによって、フィジカル、もともとこの人も負けなかったんですけど、よりそこの、部分が強くなったというふうなところですね。ロングパスのね、振り分けとかもできる選手にはなりますし、リアクション冷静さっていうのもしっかり、している選手にはなるので、非常に、素晴らしいなというふうに思いますね。で、そして同じくウィンターワールドカードのミリトンですね。この人もですね、センターバックとしては非常に値段が、高くって、おすすめの選手になります。やっぱり強いなという風には感じますし、ペースがやっぱりしっかり速くって、
センターバックとしての守備力、フィジカルっていうのもある選手になりますね。空中戦もね、強いですし、ただ冷静さが少し低いっていう風な、ところだけかなと思いますね。正直こう能力面でいうところは。なので非常に、強い選手だなというふうには思いますね。あまり本当に言うことがないっていう選手になりますね。ブロックのプラスもね、新しくつきましたし、これでよりシュートブロックができるかなというふうに思いますね。で、そして TOTGS のカンセロですね。カンセロに関しては守備面のところがですね、強化をされていっていることによって少しずつこう改善を、されてますね。意外とね、全然守備も頑張ってはくれますし、自分 TOTW のカンセロね、選手と、直近もうその2、3日前まで、使っていたので、結構それでも頑張っては、くれましたね。でその中でやっぱりウィップドパスかな、クロスのね、プラスがついたっていうところも非常にこの人は素晴らしいと思います。十分ね、自分でも中へ切り込んでいける選手なんですけど、軽さとか細かさを使って、ただ、単純なクロスも上手くなったっていう風なところが、本当に、素晴らしいサイドバックだなと思いますね。本当に使いやすさ抜群のサイドバックで、ペースもある程度、ありますし、パスもね、めっちゃうまい。本当にね、サイドバックにパス面だったりとか、ビルドアップ面をね、要求してる方には、本当におすすめな、選手にはなるので、非常にこう、何でもできる、そういう風なサイドバックの選手になりますね。結構ね、カンセロは本当におすすめですね。使用感めちゃくちゃいいです。で、そして UCL ヒーローのコンパニーですね。これも新選手として、ベースのコンパニーから強化を、されたという風なことになるんですけど、予測のプラスはそのままにしっかりと守備能力とプレイスタイルが合わさって、この人も本当にしっかり取り切れるセンターバックに、なりますね。で、またフィジカルも強いですし、球際では、しっかり負けないっていう力を持ってます。ペースもある程度ありながら、リアクション冷静さ、この人もしっかり、しているという風な選手に、なりますね。で、やっぱりこの人に関しては、ジャンプが少しね、低いっていうのが、ちょっと欠点な部分ではあるかな。相手がこうクロスゲーとかだったら、コンパのところでやられたりとかする可能性は、なくはないんですけど、ただむちゃくちゃ低いっていうわけでは、ないし、身長もね、ある程度はあるんで、全然頑張ってはくれるという、そういう選手に、なりますね。この人もね、正直その能力的な部分でジャンプっていうところ以外はですね、ほぼ完璧に近いかなというふうに思いますね。しっかり足も伸びますし、シュートブロックとか、勝手に取ってくれたりとかができる選手にはなるので、明らか S ランクかなというふうに思いますね。というかね、こちらが最新版のディフェンダー選手たちのテアリストになります。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回はこれで終わります。いいねだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。